戦国船の船頭は、気の荒い船子たちを束ねるだけでなく、廻船問屋の手代としての役割も重要だった。母は、門石の主、貨幣様のおっしゃることだけを守って、といつも言う。若くして商取引のセールスマンも兼ねる船頭は、うまい話に飛びつきやすい。うまそうな話には決して手を出すなと。嘉助はそれを守っているだけである。江戸へ出れば出るたび珍しいものがある。そんなものも扱ってみたい。今、山の木を売り込めば大口の儲けになると思わないことはないのだが、村一番の知者でもある主貨幣様の言いつけだけを聞いてきた。抑えることも覚えた。それが他の若者たちと違うところなのかもしれない。嘉助船頭の船が戻ってくると、村は大騒ぎである。主貨幣様の言いつけ通りに売り、仕入れたものは大きな利益を上げ、料亭は貸し切り、芸者たちも総上げの宴会が開かれる。村人たちはお祭りのように欲しいものを選ぶ。嘉助は今回初めて貨幣様に進言した。浅草のりを扱ってはどうかと。近隣には海藻の取れる浜はいくらもある。高価な浅草のりをどうして。主貨幣様はじっと嘉助を見やりながら、よいだろう、と言った。この若者の意欲を潰してはならない。次に戦国船が江戸に着くのは半年先になる。船子たちを休ませ、家族との時間を楽しませてやることも大切。次の積み荷の用意、仕入れるものの選択、主の貨幣や船頭の嘉助はそれなりに忙しいが、貨幣は久しぶりに妻と足の悪い娘を伴って江戸に歌舞伎見物に出かけることにした。陸路、東海道を籠で行くのである。投資の籠で道中を楽しみながら、また貨幣は世の中の動きを知るために、足の悪い娘には伊豆の豆腐屋で長い湯治をさせたが、足は治ることはなかった。が、娘は賢かった。他の定米たちを置いて、伊豆一番の御宿に母と二人、長湯治させてもらえることに感謝し、優しい人柄に育った。田舎娘には珍しく、江戸の歌舞伎座で本物の芝居を楽しんだり、江戸前の料理も覚えた。貨幣はその間に江戸の経済を調べていた。村には廻船問屋は何軒もあったが、門石の戦国船が待ち望まれ、貨幣は七草を預かるための石蔵を建てますのにも忙しいほどであった。さて、今回の江戸行きの隠れた目的は、浅草のり問屋の内装である。嘉助任せで嘉助に全責任を負わせる気はない。主として確認が必要である。そして、店の信用、娘の存在も知った。あとは、嘉助の覚悟を待つだけである。半年後、嘉助は焼津一番の鰹節を手土産に、のり問屋を訪れた。商談は円滑に運び、嘉助は頭を低くして、娘さんをいただきとうございます、と申し出た。戦国船の船頭とはいえ、
江戸、浅草に店を構える問屋とは格が違う。すぐ返事がもらえるわけがない。半年ごとに申し出を繰り返した。春はそんなことは知らない。姫君のおこし入れの支度はゆったりと整えられていき、姫様は春がついてきてくれると思い込んで、おおらかに婚礼の日をお待ちの様子なのである。春もそうなるであろうことを受け入れ始めていた。続く。